世界一面白いアクション RPG 制作実況。どうも、ハイデカです。今回なんですが、こちらの雪山でちょっと撮影していきたいと思います。この地形のアセットね、ちょっとかなり高くて18,000円ぐらいしたんですけど、雪山とか前までの動画で使ってたアイルランドだったかな、スコットランドのところとか、あと、アフガンの砂漠地帯とか、そういうのも全部入った上で18,000円。で、このクオリティの高さなんで、高いんですけど、結構、お買い得なアセットじゃないかなというふうに思います。もうめっちゃ綺麗ですよね、この雪山の感じとか。これ、正直ね、ゲーム以外にも使えると思ってて、実際に最近だと、アニメの背景とかでも UE4 が使われてることがあるみたいで、例えば、ノーガンズライフっていうアニメとか、あれも背景はちょっと UE4 を使用して、作成してるところもあるみたいですね。で今回、この雪山で撮影していくんですが、今回は何をするかっていうと、この雪山の奥地に、武術の達人がいるらしいんで、そいつと戦っていこうかなっていう話なんですけど、いましたね。あれが例の達人かなってことで、いつもおなじみのバイキングさんですね。このバイキングさんなんですけど、なんで両手斧しか使ってこないのって思ってる方は多分ね、いらっしゃると思うんですけど、せっかく背中に直剣背負ってたりとか、あと腰にね、ちょっと見えづらいんですけど、ダクソのハンドアックスみたいなのをつけてるんですけど、なんで使ってこないんだって思ってる方いらっしゃったと思うんですけど、実はね、もうすでに使えるようにはしてるんですよね。こんな感じでね、実はもう双剣のモーションすでに使えるようにしてあって、ただこれね、攻撃判定をね、まだ全然つけてないんですよね。なので例えば騎士に対してこの攻撃振っても全部素通りしちゃう状態になってます。なのでこの双剣のモーションに今日は攻撃判定をつけていこうかなというふうに思います。では早速やっていきましょう。はい、ではまず攻撃判定の大きさから決めていきたいと思います。で、前回の動画、攻撃判定の動画でね、すごいたくさん皆さんからコメントいただいて、僕は思いつきもしないようなね、案とかを教えてくださる方もいらっしゃったりして、もうすごいね、参考になってます。ありがとうございます。みんなでね、このゲームをね、良くしていけたらいいなというふうに思ってるんで、これからもね、思いついたこととかあったら、気軽にコメントしていただけるとありがたいです。で、このバイキングさんには、ちょっとしばらくはね、悪役、敵として敵役を演じてもらいたいんで、基本的に攻撃判定はシビアめにつけていきますね。で、前回の動画でつけてたこの斧の判定なんですが、とりあえず今回は双剣についてやっていくので、一旦見えないようにしておきます。ではまずこのロングソードの方からですね、新しく、当たり判定を決めていきたいと思います。はい、とりあえずこんな感じでいきましょうかね。オレンジの方が、直剣の当たり判定ですね。もうかなりほんと見たまんまぐらいの大きさにしてます。でもこれ見るとあれですね、ピンクの方が両手斧の、リーチなんですけど、どっちもほぼほぼ変わらんなリーチ両手斧短っていう感じがしますけど、でも確かに見た目のリーチ自体もそこまで大きく変わってないですね。てなわけで、ログソンドルリーチはこのオレンジ、大きさにしようかなと思います。ちょっとあまりにも小さすぎて全然攻撃当たらないとかなった場合はちょっと後からね、変更もできるんで。では続いてこっちのハンドアックスですね。こっちはね、もうさらにちっちゃな判定になりそうですね。じゃあやっていきます。はい、ハンドアックスの方はこんな感じ。このオレンジのやつ。これくらいでいこうかなと思います。これかなり
シビアなんで、もしかしたら全然プレイヤーに攻撃当てられないポンコツなエネミーになっちゃうかもしれないですけど、その場合は別途ね修正していくんで、一旦ねこれでいってみようかなと思います。はい、では実際に攻撃判定をモーションにつけていきたいと思います。この画面でね攻撃判定つけていくんですけど、下の方にね再生のシークバーみたいなのがあって、YouTube の動画みたいな感じでこう自由にね逆再生させたりとか、倍速で流したりとかいろいろできます。でこのモーションデータ自体に、こんな感じでねシールテープみたいなのをピッピッて貼っつけていくんですけど、この作業画面自体はちょっとねこういう動画の編集画面なんかと結構似てるっていう風に感じる人もいらっしゃると思うんですけど、本当にそんな感じで、動画の編集なんか得意な人だったら結構好きな作業じゃないかなという風に思います。で、この画面の面白いところは、例えばこのテープ一枚一枚に中にねプログラムが書いてあるんですよ。なので例えば一番最初に読み込まれるこのテープの中にもプログラムが書いてあって、この、再生がちょうどここまで来た瞬間にそのプログラムが実行されるっていう形なんですね。例えばなんですけど、このテープ1枚目のテープに何が書いてあるかっていうと、アクセプトインプットってことで、攻撃の入力受付に関してのプログラムが書かれています。わかりやすく言うと先行入力ですね。このタイミングまで来ると先行入力が、受付開始されるっていう形です。なんでこれ一番最初から先行入力開始しないのかっていうと、多分ねこれこう一番最初にからもうすでに先行入力開始にしちゃうと、意図しないコンボ攻撃っていうのが発生しちゃうと思うんで、結構それがねプレイヤーのストレスにもなるかなっていうことで、ちょっと何フレームぐらいですかね、7、8フレームぐらいから、先行入力受付開始っていう形にしています。基本的に僕の方針としては、攻撃の振り上げが完了したところ、今から攻撃振りますよっていうところあたりまでは先行入力なしにしといて、そこまで再生完了したらそこから先先行入力受け付けるっていう形にしてます。で残りの上の2枚のテープなんですけど、これはそれぞれどっちもトランジションのテープになってまして、名前の通り繊維に関するテープです。一番上のやつ、こちらがトランジションネクストアタックっていうことで、次のね2段目のコンボ攻撃に移れるようになるタイミングがここから、このテープの先端からっていう形になりますね。なんでポーズ的にはこんなポーズ、このポーズから多分2段目の次逆方向に切り下ろす感じのコンボにつなげれるっていう感じですね。で続いて3枚目のシール、こちらがトランジションネクストアボイドっていうことで、アボイドっていうのは回避って意味なんですけど、ここまで来たら次回避の入力すら、もできるようになるっていう形ですね。で先ほど説明したこの1枚目の、先行入力のテープとこの上の2枚のテープが密接に関わり合ってて、例えばもうこのタイミング、ここのタイミングで次の攻撃先行入力しましたと。ただ実際攻撃に移れるタイミングはここまで来てからなんで、ここまで再生すると先行入力があった場合は自動的に2段目のコンボ攻撃に移るという形ですね。もしくはこの辺で回避ボタンを入力してた場合は、このタイミングまで来てから、回避ローリングとかステップに移れるっていう感じで、ここを過ぎてから回避ボタンを押した場合はもう即座にそのまま回避行動に移れるっていう形ですね。これらと同じような形で攻撃判定っていうのもねテープで貼り付けていきたいと思います。で今回ね双剣なんで、ちょっとね作業手間がかかるんですが、まずこの場合は左手からですね、左手のハンドアックスの方の判定がだいたい8フレームあたりから始まって、この辺かな、9フレームだから1フレームぐらいですね。
の期間攻撃判定が出るっていう感じで、このねバイキングのキャラクター3つ武器持ってるじゃないですか。両手斧と、直剣とハンドアックスで、このタイミングでは、ハンドアックスのみ攻撃判定有効にしたいんで、ここですね。Use Collision HA、これハンドアックスって意味なんですけど、これだけチェック入れる。すると、このテープが貼ってあるタイミングのみ、ハンドアックスの攻撃判定が有効になるっていう形ですね。これで実際一度見てみましょうか。攻撃を振ると、こんな感じで当たるようになってますね。ただこの武器双剣なんで、直剣の方にもね2回目の判定がつくようにしないといけません。直剣に関してはこれくらいかな、これくらいのところからつけましょう。だいたい12フレームぐらいからこの辺かな。ちょっとおまけして15ぐらいまでつけときますか。こんな感じ。直剣の方がだから判定長い、時間が長いっていう感じですね。で、直剣の方も忘れずにこの Use Collision LS はロングソードって意味ですね。これを有効にしておくことで、2回分のね攻撃判定が出ます。1発目の判定が、ハンドアックスで、2発目の判定がロングソードですね。これでもう一度見てみましょうか。おそらくね2回ひるんでくれると思います。ちょっとね攻撃の間隔が短すぎて分かりづらいんですけど、2回ひるんでるみたいなんで大丈夫かなと思います。で、例えばロングソードだけ当たるような位置取りでやると1回だけひるむって感じですね。で、あとはですね、その双剣の攻撃モーションっていうのが、全部でね32種類あるので、これらのモーションすべてに、今のと同じような1回の攻撃でだいたい2回ぐらい攻撃が発生すると思うんで、ただ双剣なんでね結構回転しながら 3,4 回切ったりする攻撃とかもあるんで、そういう場合はこのテープを 3,4 枚貼り付けて、であと攻撃判定が重なりそうな場合はこうラインをね1本増やしてあげて上の方に貼っつけてあげると、同時に2つの判定、ハンドアックスとロングソード両方判定を有効にしたりとかもできるので、これがちょっと骨が折れる作業なんですが、残り31個分のモーションですね、攻撃判定つけていきたいと思います。はい、では作業の方が完了したので、実際に攻撃して確認してみたいと思います。いい感じですね。ちゃんと双剣らしい多段攻撃ができてるかなと思います。外れた。いい感じですね。やっぱりね双剣なんで攻撃判定つけないといけない個数がかなり多くて、特にこの攻撃とかもうねワンモーションでね5回ぐらい攻撃判定出てるんで、敵に当てるとめちゃくちゃひるみまくるっていう感じですね。で、あとはこの双剣の攻撃っていうのを、敵 AI がね使ってくるように、今ね敵キャラとして動く場合はこの両手斧で攻撃してくるんですけど、それをね、適切なタイミングでこう双剣モードに切り替えて双剣の攻撃もやってくるような AI にしていこうかなと思います。その作業に関してはねまた後日やっていけたらなというふうに思います。で、今回の作業に関してはここまでになるんですが、ちょっとね僕の方から皆さんにね一つお願いがあるので、そのお話をねさせていただきたいと思います。僕の動画なんですけれども、結構海外の方も、ありがたいことに見てくださるみたいで、その海外の方のコメントでよくいただくのが、やっぱり日本語がわからないんで、あんまり楽しめませんっていうようなねコメントをたくさんいただくんですけれども、ちょっとねやっぱりどうしても僕自身もそのゲーム制作とそれから、動画編集っていう両方ともねちょっと時間が解けるようなそういう作業がねしてるので、結構
なんて言うんですかね、あまりその翻訳、字幕をつける作業っていうのに、費やせる時間がないっていうのが現状になります。で、YouTube の機能で視聴者さんに字幕をつけていただける、字幕の編集を視聴者さんに開放することができるっていう機能があるんですけど、それをね、今日からちょっと例のフーさんの紹介でバズった動画、この動画の2本前の動画かな、その動画から、先の新しい動画に関しては、字幕の編集っていうのを視聴者さんに向けて開放しようかなというふうに思ってます。なので、例えば英語と日本語両方堪能な方とかで、僕のその制作活動に協力していただけるっていう方がもしいらっしゃったら、まずね、その第一歩としてその英語字幕をつけていただけるとありがたいなというふうに思います。すごいボランティアなんで、正直そんなことやってくれるね方がいらっしゃるのかっていうのはね、正直あるんですが、もしね、気が向いたらね、1本だけとかでも全然構わないんで、英語字幕つけてくださると大変ありがたいなというふうに思っております。もし気が向いたら、ご検討いただければと思います。僕のお願いっていうのはそれになるんですが、あと最近そのフーさんの紹介でちょっと、僕のチャンネルがバズってから結構これはチャンスだなっていうことで連続してね新作動画投稿し続けてたんですけど、普段ってね動画バズる前とかって結構ね週に1本とか多くても2本ぐらいしか投稿できない週が普通だったんですけど、ちょっとねまたそれくらいの投稿頻度にねこれから先戻っちゃうかなと思うので、ちょっとね申し訳ないんですけど、投稿頻度がね落ちるっていうか元に戻ると思うんで、それに関してもちょっとご理解いただけたらありがたいなというふうに思います。僕からのお話は以上になりますね。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。